皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国側が行った調査において、日本人は韓国に対して非常に低い評価をしているし、また嫌悪感も強く持っていることがわかるニュースが出ているので、これを取り上げようと思います。なお、韓国が行った調査においては、日本だけが対象だけではなく、他の国々においても韓国に対してどのような考えを持っているかも調査されています。それらの調査によって、韓国に対して低評価をしている国として、日本だけが突出しているよという内容だったわけですが、なぜそのような結果が出ているか、そのことについても後半では解説をしていこうと思います。また、私のチャンネルにおいては韓国の話題が非常に多いわけですが、じゃあ私自身が韓国に対してどのような考えを持っているかについても少しお話をしようと思います。それでは、日本人の多くが韓国に対して低評価、そして嫌悪感を持っていることを示す調査結果がニュースについて見ていきましょう。韓国が2020年に実施したイメージ調査の結果を発表。日本人の10人に4人は韓国が嫌い。2021年5月13日、韓国メディアファイナンシャルニュースは2020年7月から8月に韓国文化体育観光部海外文化広報院が16カ国8000人を対象に実施した韓国に対するイメージ調査の結果を報じた。記事によると、韓国に対するイメージが最も良かった国はロシアで 89.8% の人が韓国を肯定的に評価。その理由としては、経済や企業ブランドというキーワードが選ばれたという。タイとインドネシアも僅差で続いた。両国が韓国を肯定的に評価したのは、K-POP や映画、ドラマなどの現代文化の影響が大きく、タイでは回答者の 91.4% が普段から韓国の現代文化に触れていると答え、認知度が 99% を超えた。インドネシアの場合は、さらに多い 93.2% が現代文化への関心を見せ、現代文化や文化遺産に関する認知度は 100% に達したという。一方で韓国に対するイメージが最も悪かった国は日本だった。肯定的な評価は 27.6% にとどまり、否定的な評価は 39% と他の国々、中国 8%、アメリカ、イギリス 7.6% に比べてはるかに多かった。理由としては、韓国の政治状況や国際的地位、韓国人の国民性が主なキーワードとして挙げられたという。韓国の政治・外交に対する肯定率は、全体平均が 53.3% であるのに対し、日本人の場合はわずか 8% だった。記事は、日本は他国に比べて韓国関連のニュースを入手しやすい環境にあるが、ほとんどが否定的な内容のため、韓国のイメージを悪化させる大きな要因となっていると分析している。ただ、2019年と比較すると、2020年は肯定的な評価が増えるとともに、否定的な評価も減少しており、イメージは多少改善されたと見られている。この報道に対し、韓国のネットユーザーからは、韓国も日本を嫌いな人が多いから関係ないでしょ？嫌いだと言ってくれてありがとう。好きだと言われたら困るよ。文句を言いつつも、トヨタのレクサスや日本製品を好む国民の皆さん、自粛してください。私は日本人よりも日本を好きな韓国人がもっと嫌いなど、自虐的な気持ちも交えた反発の声が多く寄せられている。韓国側が行った調査によって、日本人の多くが韓国に対して低評価しているということが、いわば客観的な事実としてデータとして出てきました。そして、海外との評価差が出ていることに関しては、少し皆さんに考え方として衝撃をもたらすような言葉を言わなければなりません。というのも、日本人、特にこの YouTube 界においては、かなり一般的な話なのですが、韓国は世界中から嫌われているといった形で主張される動画というものを多く見かけることがあります。しかしこれは明らかに間違っています。なぜならば、世界中の国々にしてみれば韓国に対する関心というものはほぼないからです。ですから、好き嫌いの感情が湧くかどうかというのはそもそもその国との関わりがあるかどうか、そして注目を集める国かどうかといったことが非常に重要なのです。そういった意味においては YouTube で一般的に語られている韓国は世界中から嫌われているという言葉は実は大きく間違っていて、そもそも世界中の多くの国々は韓国に対して関心がないのです。そして関心がないからこそ韓国の話題として出てくるのが、韓国側としては大いに輸出していると自負している K-POP のような韓国文化が世界の人々にとっては韓国というキーワードを聞いたときに唯一思い浮かべる言葉なのです。そして
音楽というものは基本的には大きな嫌悪感をもたらすものではありません。ですから、韓国と聞いて音楽のことしか思い浮かばない、もしくは何か放送されているなといった話だけでは、韓国に対する嫌悪感というのは総じて湧きにくいものですから、アンケートをされた時にも、韓国に対して良い評価をする人たちというのが出てくるわけです。というわけで、韓国との政治的な関係というものがほとんどないような国であればあるほど、国民としても韓国に対する関心そのものがないわけですから、K-POP のような唯一触れる点について評価を下してしまいがちなものなのです。そういったわけで、日本人が韓国に対して強い拒否感を持っているであろうことがわかるこのアンケート結果というのは、そういった意味においては韓国に対する評価としてはより純然たる韓国の真実の姿として認識できるものです。そういった意味においても、私も YouTube で生放送していると時々聞かれることがあります。上川さんは韓国のことが嫌いなんですかというふうに聞かれるわけですが、これに対する答えとして私は大きく勘違いされているところがあると思います。私は韓国についての話題の動画は非常に多いわけですが、韓国のことが嫌いだから動画にしているわけでは全くありません。じゃあ私がなぜ韓国の話題をたくさんしているかといえば、韓国が日本にとって敵国だからです。敵国という言葉を使うと皆さんにとっては少しギョッとするかもしれませんが、韓国は日本に対して明確な敵対行為を次々している国であり、決して友好国ではありません。韓国国内においては政治的に日本に対する反日政策を取るというのが、与党であろうと野党であろうと、どのような方向性を持った政治勢力であろうとも、ほぼ基本的な政策として日本に対しては無理無茶無謀な作戦といったものをいくらでも行います。そしてそのような基本姿勢をどちらについても持っているものですから、政権が変わろうとも国内における反日教育といったものが連綿と続いており、それに伴って国民の感情としても反日政策を取ることが一つの正義として認知されています。ですから韓国政府がどのような中身であろうとも反日政策を取り、それに呼応する形で国民が教育されているというこの現状を見て、韓国に対して好き嫌いという感情で韓国を語るのではなく、韓国は明確に日本に対して敵対的な行為をしている国であるという、そういった現状認識を持つことが私は非常に重要だと思います。お隣の国なんだから仲良くしようなどという言葉などが、例えば日本のテレビ番組の中で出てきた時には、そういった意味では現状認識とは明らかに間違っている人がテレビでコメントしているなというふうに私などは思います。日本にはそういった意味では非常に間違った考え方として、近しい人であれば仲良くしなければならないといったいわば義務的な考えとして友好を訴える人たちがいるわけですが、仲良くしなければならない相手というのは基本的にはそれこそ相手側の方から日本に対して友好的な姿勢を示していたり、そもそもそのような友好的かどうかといった問題を乗り越えた上で、双方にとって利益になるような形での関係性というものが重要な国といったものが本来であれば仲良くすべき国であり、物理的に近いかどうかといったことなどは現代においては全く無意味な主張なのです。そういった意味では今回行われたアンケート結果というのは、韓国に対して低い評価をしていますよという人が多いということ、それ自体は非常に良いことです。現状、韓国は日本に対して融和的な政策などは全く取っていません。また、日本に対する政治的な主張というものも、そのほとんどが科学的な根拠に基づかない感情論に基づいた反日的な主張が多く目立ち、韓国のやっていることが日本の利益を害する行動というものも非常にまた多くあります。これらのことから韓国に対して好き嫌いではなく、韓国を一つの敵対国として明確に位置づけ、彼らのやっていることにしっかりと制裁を加えることが私は非常に重要だと思っていますから、この点に関してもYouTube 上では非常によく知られている非関三原則と言われるような韓国と関わるなといった話などとは全く違い、私は積極的に韓国に関わり、韓国を敵国として処遇すべきだという考え方をしています。そういった考え方はまさに好き嫌いの感情とは全く別物です。もしも韓国側が全く与党も野党も反日政策をやめるようなことができるのであれば、韓国に対する敵国認定というものをやめて、韓国との関係改善というものに乗り出しても良いと思っています。ただし、私の言葉には一つ全く現実にならないであろう言葉があります。それは、韓国が反日政策をやめるということは、おそらく彼ら自身のアイデンティティを破壊するような行為であり、どのような政権であろうと、どのような時代になろうとも、少なくとも数十年先まではそのようなことは全く起こり得ないであろうということが、現状を分析すればするほどわかるかとは思います。
私としては韓国のやっていることがいかにおかしいかという話をすることによって、韓国に対する嫌韓感情といったものを呼び起こすのではなく、理性的に理屈として韓国がいかにおかしい国であるかというのを理論的に理解し、それに伴って日本の国益を考える人というのはいかにして増やすかというのが非常に重要なことだと思っています。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終えた人は評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。